はい、こんにちは、やっさんです。こちらの動画では FTX が裁判所で破産法第11条の適用を宣言したことで待っているものということですね、解説をしていきたいと思います。いつも通りですね、ジェームズさん、弁護人元連邦検察官のジェームズ・フィラン氏っていう方がですね、ウォール・ストリート・ジャーナルのね、記事の方をですね、共有の方をしてくれました。で、ウォール・ストリート・ジャーナルって何かというと、ダウ・ジョーンズ社が発行するですね、国際的な影響力を持つですね、経済新聞です。で、アメリカ版、アジア版、ヨーロッパ版のほか、日本語版、中国版、あとオンライン版がですね、発行の方されてます。で、本編見たい方はですね、今回の動画の概要欄の方に元記事のリンク貼っておきますので、そちらね、ブログ、こちらの今回の動画のブログの記事、貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、この WSA のね、リンククリックしていただきましたら、本記事の方がですね、見ることができますので、今回はそちらから引用して翻訳の方をしてですね、解説の方をしていきたいと思います。はい、で、要点はこちらということで、ポイントとしましては、FTX は連邦破産裁判所に提出した申し立ての承認を要求しています。で、今後管轄権争いでバハマ政府との争いに注目。データプロバイダーへの支払いと、従業員の給与の支払いを要求。FTX の暗号通貨がバハマ政府の管理下に置かれる可能性。グループの役員同士の訴訟争いの可能性。バハマの子会社は連邦破産法第11条に基づかない。裁判は米国なのかバハマのどちらで行われるのか、米国破産裁判官はすでに暗号企業の破産事件の経験者、FTX の、新 CEO は投資家のために数十億ドルを回収する手助けをこれまでしてきた。 FTX の賃借対照表を作成するには1月までかかるかもしれない。 FTX はおそらく100万人以上の債権者を抱えている。上位50位の債権者だけで31億ドルということがポイントになっております。で、題目こちらですね、なぜ FTX が裁判所に行くのですか？ FTX の経営陣はなぜバハマの国と争っているのですか？ FTX の事件を裁くのは誰ですか？ドーシー判事は、他にどのような有名な事件に関与していますか？ FTX の新 CEO は誰ですか？ FTX の財務について何が分かっているのだろうか？ FTX は債権者にいくら借りているのですか？ FTX は公聴会で他に何を実現したいのでしょうか？ということですね、解説をしていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、FTX が裁判所で最大の暗号化破産法第11条の適用を宣言したことで待っているものということで、FTX の新経営陣は火曜日の破綻裁判の公聴会で史上最大の暗号の失敗を明らかにする予定ですと。で、FTX はデラウェア州のウィルミントンの、米国連邦破産裁判所に提出したいくつかの申し立てについて承認を求めていますと。で、FTX は火曜日にデラウェア州の民事破綻、裁判所に出廷し、新経営陣が暗号通貨プラットフォームが突然破綻するまでの経緯を説明し、その後顧客資金やその他の資産を確保するために取った措置を説明する予定になっていますと。で、FTX の弁護士は前例のない連邦破産法第11条の適用を進めており、すでに旧経営陣に対する大失敗の指摘や同社の幹部らが壊滅的な暗号事業を運営していた場所であるバハマ諸島政府との管轄権争いの発生に注目が集まっていますと。で、FTX の破綻による影響は、まだ広がっており、推定100万人の顧客に対する影響は当分明らかにならないだろうと、いうことで、連邦破産法第11条っていうのは、米国における代表的な債権型の倒産法のせいですね。で、日本の民事再生法に相当します。チャプター11、チャプター11とも言いますと。で、申請後に裁判所の命令で債権の取り立てが提出されて、経営陣は、債権者と負債の整理や契約の見直しを協議しながら、原則120日以内に再建、計画を策定します。で、バハマというのは西インド諸島のバハマ諸島を有する国家で、イギリスの加盟国ですね。で、デラウェア州は、アメリカ合衆国になりますので、この2つにね、またがっているので、今後ですね、問題が発生する可能性があるという形になっております。で、なぜですね、じゃあ今回 FTX が裁判所に行くのですかということで、FTX は新しい最高経営責任者のジョンさんですねの下で破産法第11条の対象地域として有名なデラウェア州のウィルミントンの米国連邦破産裁判所に提出したいくつかの申し立ての承認を求めていますと。で、破産法に適用している地域のところで提出したと。
で、火曜日の公聴会の議題によると、同社の要求は FTX の日常的な事業運営を承認することを意味していますと。で、このような要求は通常、大企業が連邦破産法第11条の保護を申請してから数日以内に破産判事によって承認されますと。で、FTX の新経営陣は破産申請後、同様の要求を提出するのに1週間かかったと。これはプラットフォームの崩壊と連邦破産法第11章への、緊急事態の突然の意向を示していますと。で、新経営陣は現在サイバーセキュリティサービスデータプロバイダーや、事業運営に関わる他の業者への支払いを模索していますと。で、また破産中に使った現金を、破産中に残った現金を管理して従業員の給与を支払うための新しい仕組みを確立することを模索していますと。しかしこれは簡単なことではないかもしれないと。FTX 社の顧問弁護士は、先週連邦破産法、第11条の適用を申請する前に異常な人員削減に見舞われたと法廷文書で述べていますと。でそして、連邦破産法第11条制度は企業を再建するための確立された方法ですが、これまで破綻した暗号企業を再生したことはありませんと。で、FTX の経営陣はなぜバハマの国と争っているのか。新経営陣は FTX の創業者で、元最高責任者の、サム・バンクマンフリードが居住するバハマの、政府関係者との新たな問題について法廷に、報告する見込みだと。また火曜日の公聴会では連邦破産法第11条の、適用後に FTX から行われた譲渡に関する追加情報が発表される、可能性もありますと。FTX の経営陣はバハマ政府が破産申請後に同社の資産の認可なしの譲渡を指示したと主張していますと。で FTX の破綻を調査する主要な現地当局であるバハマ証券委員会は、譲渡が行われたことを確認したが FTX デジタルマーケットのすべてのデジタル資産を安全のために政府が管理するウォレットに移すように指示し、譲渡はその法律に従って行われたと述べていますと。でバハマの裁判所が任命した破産清算人と呼ばれる方は、現地の子会社がかつて約160億ドルの資産を保有すると推定された FTX グループ全体から、暗号を入出金するための必要な秘密鍵を管理していると述べていますと。で FTX の暗号通貨がバハマの管理下に、なる可能性というのはまだ公には明らかになってませんと。でバハマの破産清算人と呼ばれている方は FTX の全事業は現地のグループ会社で行われていたと述べており、どの役員が同社の資産を管理すべきかをめぐって訴訟上の争いが起きる可能性が指摘していますと。で連邦破産法第11条に基づく FTX の各事業所は破産前にバンクフリード氏が選んだ新しい CEO によって運営されているが、バハマ子会社は連邦破産法第11条には基づいておらず、裁判所が任命した破産清算人によって監督されていると。だからバハマではね、その適用外ということですね、その法律自体がね。だからその破産清算人と呼ばれた方が介入してくると。で破産をめぐる、裁判の大半は米国かバハマのどちらで行われるのか、また保有資産の分配はどうなるのか、破産、清算人との争いによって決まる可能性もあるといったね、このような問題があると。じゃあ FTX の事件を裁くのは誰ですかということで、 FTX の破産を監督している米国の破産判事ジョン・ドーシー氏はすでにクレード社というところを含む小規模な暗号破産事件を監督しており、判事職の仲間の中では珍しい存在となっていますと。今回担当されている方がね、裁判官の方が。で FTX は彼にとって初めての暗号にだから関する事件ではないと。ドーシー判事は2020年から暗号通貨プラットフォームのクレード社の生産を監督しており、この事件ではビットコインの紛失、ずさんな企業管理、経営陣の中に脱獄犯がいた疑惑などがあったと。で FTX は破綻する1年前以上に本社をバハマに移しましたが、この国は暗号企業の進出に力を注いできた国ですと。じゃあドーシー判事は他にどのような有名な事件に関与していますかということで、ドーシー判事はオピオイド鎮痛剤の製造に関する訴訟で連邦破産法第11条に追い込まれた数少ない製薬会社の一つである医薬品メーカーマリンクロッド PLC の破産をこれまで監督した中で最大規模の破産に関わりましたと。でドーシー判事は2月オピオイド取引とマリンクロッドの関連する連邦破産第11条に基づく会社構成
計画を承認し、製薬会社の取締役及び役員に対する負債に対する、関する紛争解決も含め和解にこぎつけましたと。でロードアイランド州当局はこれに対してマリンクロット社の CEO が同社の破産訴訟の中でオピオイド関連の負債から保護されるべきではないと主張し、会社役員の和解に異議を唱えたんですが、同審判事はデラウェア州で許容されるものであると指摘して、マリンクロット社の、幹部と取締役に関する、面積を承認したという形が過去行われたようです。じゃあ FTX の新 CEO は誰ですかということで、この方ですね、FTX の新、CEO のジョンさんという方ですね。彼はエンロン社やノーテル、ネットワーク社などの大企業の倒産や再建に数十年、にわたって、携わってて、投資家のために、数十億ドルを回収する手助けをこれまでしてきたと。で州の企業記録によると、レイ氏は63歳でフロリダ州ネーブルズ・オウンヒル・アドバイザリー LLC という再建のための専門会社を経営していますと。で裁判所に提出された、書類によると、レイ氏は、FTX 社の最高責任者として働いて1時間あたり1300ドルを得ており、これは同様の、職業経験を持つ一流の債権弁護士やアドバイザーと同等の報酬であるとのことですと。でレイ氏は宣誓陳述書で、今回のような企業統制の完全な失敗と信頼できる財務情報の完全な欠如を見たことはないと述べていますと。で FTX の財務について何が分かっているので、でしょうかというところで、FTX は、総資産と、負債の詳細を、記した、完全な賃借対処表を作成するには1月までかかるかもしれないと述べていますと。で新経営陣は、FTX が、現金管理のための適切なシステムと内部統制に関連する書類を備えていなかったとして巻き返しを今図っていますと。で FTX の破綻は、過去最大の暗号化関連の倒産を引き起こし、裁判所への提出物はすでに何が問題だったのか、事態がどれほど複雑になるのか、可能性があるのか明らかにしていますと。ここでは同社の破産手続きについて知っておくべき3つの事柄を紹介しますと。で先週、レイ氏は、FTX のバランスシートにおいて当社の評価よりも若干楽観的な見方を示しましたと。最初の調査では米国内外での多くの規制、認可された子会社が、支払い能力のあるバランスシート、責任ある経営、価値ある事業基盤を有していることが示されたと述べましたと。で FTX は債権者にいくら借りているのですかということで、 FTX は債権者リストを完全に公開はしておらず、またいくら借りているのかもわからないと。でアルパレス・マルサルの経営陣は FTX は100万人以上の債権者を抱えているだろうと述べましたと。彼は FTX は既存の顧客リストにアクセスすることが困難であり、暗号プラットフォームが持っている顧客の数を正確に把握するために多くの時間がかかるだろうと述べましたと。で同社はここ数日その負債を知ることができる最初の情報開示を行いましたと。で上位50人の債権者のリストは全て顧客であり、彼らだけで31億ドルを追っていることを示し、最大の債権者はおよそ2億3000万ドルを請求していますと。で FTX は、ウェルズ・ファーゴ社の口座、東京スター銀行、キプロス銀行、ドバイ商業銀行など、米国内外の36銀行の口座を確認しましたということですね。で FTX は公聴会で他に何を実現したいのでしょうかということで、 FTX の経営陣は同社の帳簿や記録は不完全でビジネスにとって重要な業者を全て特定することはまだできないと述べていますと。しかし同社はデータ損失の防止に役立つとする業者を含め、いくつかの重要な業者を特定し、その請求額のうち930万ドルを暫定的に支払い、最終的には1750万ドルまで支払う許可を裁判所に求める予定だと。で FTX はまた連邦破産法第11条の適用前に行った仕事に対して推定100万ドルの支払い義務があるとする従業員への支払いの許可も求めていますと。で同社による破産申請前に大幅な人員削減を行ったが、米国に140人の従業員と独立した請負業者がおり、さらにバハマ、オーストラリア、日本、フランス、ロシア、エチオピア、中国、シンガポールなど20数カ国に190人の外国人労働者がいると。で同社によると FTX の、従業員は一部独自の暗号通貨と株券で、報酬を与えていたんですが、この習慣は破産以来は停止していますということですね。
で、今ですね、この FTX の件っていう事件っていうのがかなりですね、メディアで取り上げられてて、もうこればっかりですね、Twitter とかの配信もですね。で、僕の方でもですね、またこちらの情報も FTX の情報も加えて配信の方を今後ですね、していきたいと思います。以前はですね、SEC 関連、フレアネットワークス関連、あと DAPS 関連とかですね、海外から情報の方を精査して配信の方をしているチャンネルになります。で、FTX の方もですね、今後また精査してですね、動画の方はできるだけ毎日配信できるようにまとめておりますので、よかったらまたね、次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。